ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、渋谷から約3万円、海外では200ドル程度のヘッドホンが送られてきたので、久しぶりにヘッドホンレビューだ。今回紹介するのは、渋谷の中堅1ダイナミックドライバーヘッドホン、オリオール。渋谷のヘッドホンは、どれも高価だけど、その分、自社での開発力や、商品の品質につながっていて、その値段に納得できる商品を作ってるイメージだな。ここまでに触ったのは、すべて自社製の 50mm ドライバーを採用した、渋谷ロビンと、渋谷フォーニックス。このうち、今回紹介するオリオールは、ロビンのアップデート姉妹機、といった立ち位置になっている。ちなみに、ここまで鳥の名前が連続しているように、このヘッドホンの愛称のオリオールも、和名では高麗ウグイス、という、黄色の鮮やかな鳥の一種で、全く違う種のムクドリモドキ、と呼ばれるグループもオリオールの名前で呼ばれてたりする。そのどれもが、オレンジから黄色の美しい体色を持つ鳥たちだ。さて、名前の由来はこんなところにしておいて、本体の方を見ていこうか。オリオールは、50mm のドライバーを採用した、本格的密閉型ヘッドホン。イヤホンと異なり、サイズも大きいヘッドホンは、基本的に1台で何でもできるようなバランスのものが多く、もちろん、オリオールもその中に含まれる。レビュアーだから、オリオール、ロビン、フォーニックスと所有しているけど、基本的に渋谷のヘッドホンは、1台で何でもこなせるものなので、本来なら、これ1台でずっと愛用し続けられるような1台、というのは思い出しておきたい。今回登場したオリオールは、とてもオーソドックスなヘッドホンで、密閉型構造、装着感の良いクッション、そして、ロビンより大型化したパッド内部などなど、ヘッドホンで一般的な構造ながら、クッション材の選び方などのおかげで、長時間利用し続けられる、柔らかい装着感を持つぞ。オリオールは、しっかりクッションの詰まったヘッドバンド、低反発素材を使用した、分厚いイヤパッド、そして、ロビンより容積の増した、耳が完全に収まるドライバー部分を持ち、装着感は、ロビンよりさらに良くなっている。また、ヘッドバンド部分のヒンジにも改良が加えられていて、ロビンの場合、耐久性に配慮したシンプルなアーチ型だったんだけど、オリオールはドライバーを水平に寝かせてやることが可能になっている。これにより、収納時などにより扱いやすくなったな。また、先代のロビンは、頭の形によるバンドの角度を、クッションの変形と、本体のたわみによって対応していたんだけど、オリオールはちゃんとヒンジがついたので、その点でも圧迫感が少し少なくなった。全体的に、使っても、取り回してみても、地味ながらしっかりと改良されているぞ。カラーバリエーションは、明るいブラウンと、暗いブラウン、木材のイメージに合わせたラインナップで、個人的にはブラックの落ち着いた感じが好み、ヘッドバンド部分なども、こちらの方が汚れが浮かなそうだ。重量は、木材と金属パーツが原因で少々かさんでいるものの、それに見合った堅牢な作りで、さっき言及したヒンジ部分も、完全な金属製、よっぽどひどい扱い方をしない限り、破損することはないだろう。なお、装着感の良さを押し出してきたけど、このヘッドホンも密閉型なので、暑い時期には向いていない。特に、低反発素材のクッションパッドは、スポンジ状素材の密度が高く、中に熱を蓄積しやすいので、夏場の使用は絶望的と思った方がいいだろう。そんな時には、同社の開放型、フォーニックスなんかをおすすめするぞ。それから、本体が堅牢でも、ケーブルが断線しやすいヘッドホンだけど、オリオールはもちろん、このクラスのヘッドホンは、リケーブルが可能な機種が多い。この仕様を使用して、バランス出力タイプと、通常のステレオミニプラグの2パッケージが用意されている。個人的にはバランスをおすすめしたい。と、外装についてはこんな感じ。しっかりと全金属製のヒンジなど、信頼感のある作りになっているぞ。オリオールに採用されているドライバーは、50mm と大型。採用されている振動板は、最もベーシックな複合素材の樹脂系振動板と思われる。際立った特徴がなく、万能なイメージのある振動板だ。さらにファイバー。つまり、繊維を加えた自社開発振動板の実力は、すでに全2機種でも確認済み。今回のオリオールは、どんなキャラクター付けになっているんだろうか。音色について見ていこう。当たり前だけど、バランスの良い音、大型ドライバーならではの臨場感もしっかりとあり、強調らしい強調もなく、それでいて、しっかりと各音源を聞き取ることができる。複数の楽器が鳴っているような音源でも、もちろん問題なく再生できるぞ。ボーカルも自然かつ近い、このクラスのヘッドホンに求められる実力は、当然ながら備えてる一台だ。じゃあ、ロビンと何が変わったのかって？
個人的な印象だと、高音への色付けが見えたのがロビン、より自然な方向性に変化したのがオリオールだと思う。メリハリのある音が好きな場合、ロビンの方が好まれる場合もありそう。一方で、オリオールの方が、原音がある曲ではナチュラルな印象を受ける場合もあったので、ここら辺は一長一短になりそうだ。全体的に、電子的に強調された曲なんかは、ロビンの方が得意で、原音を再生する場合、オリオールの方が深みが出る印象。電子的単音をカリッと鳴らせる能力はロビンの方が高いので、アニソンなんかはロビンの方が得意。一方で、原音がはっきりと存在する楽曲の場合、より歪みなく、ゆとりのある鳴り方をするのが、今回のオリオールになる。高音域が強調されてるなぁ、という音が好きな人。特に、密閉型、カナル型イヤホンのカリッとした音色が好きな人には、ロビンがおすすめで、より大型のヘッドホンや、スピーカーなどの音に近いものを求めている人は、というか原音主義者はオリオールがおすすめだ。ただ、装着していて、より安定感があるのは、オリオールの方だった。ここは明らかに後発のオリオールの方が改善されているけど、そこはロビンも装着感の良いヘッドホンなので、好きな方を使うのが良いと思う。元気系がロビンで貫禄系がオリオール。とはいえ、どちらも完璧にこなせるヘッドホンなので、しっかりとしたヘッドホンを探す人の、若干の好みの差で選んでいくのがいいと思うな。オリオールはきちんと改良しつつ、先代のロビンもしっかり食い下がったあたりが楽しい結果になった。ちなみに、うちには、開放型から半開放型、といった塩梅の、シブガフォーニックスもあるんだけど、フォーニックスもそんなに開放度が高いわけではないので、密閉型のオリオールは、フォーニックスにかなり近い鳴り方をする。低音域に関して、より密閉度が高いオリオールの方が、包まれているような感覚があったけど、高音域側の量感は、かなり近い印象を受けた。より上位のモデルが、シブガの目指している音なのだとしたら、確かにロビンよりオリオールの方が、それに近い音を出すな。実際、このクラスのヘッドホンを買うのは、よりクラシックな演奏方法の楽曲を好む人になると思うので、そういった意味では、より求められる方向に進化したのがオリオールだと思うな。というわけで、ヘッドバンド、イヤパッドなどなどが改善、装着感が、さらに改善した下地に、より大型のスピーカー前とした、余裕のある一台だ。ぶっちゃけると、ロビンとオリオールとフォーニックス、どれも、いいヘッドホンが欲しいなー、で買って後悔はしない一本だ。しっかり完成してるし、どんな曲でもしっかりこなせる。ただ、傾向で言うと、感触、分離感思考順に、ロビン、オリオール、フォーニックス、となってるぞ。よりナチュラルなのが後者なので、そこで判断していくのがいいだろう。こんなところだな。ちゃんとしてるもののバリエーションなので、そりゃもうちゃんとしてたよ。特に一番間を取ってオリオール、というのが、何でもこなせる一台としては一番ちょうど良さそうだな。といったところで今回はここまで、ヘッドホンレビュー難しい、